私藤井が中学生の時、洋楽で最初にハマった、そして大ファンになったバンド、それがスージー&ザ・バンシーズです。彼らはイギリスのパンクムーブメントの始まった頃、1976年に結成し、1996年に解散するまで約20年間第一線で活動したバンドでした。音楽性はパンクに始まり、ポストパンク、ゴシックロック、サイケデリック、後期はオルタナティブでポップなサウンドと常に変化、常に前進をしていく姿勢を持っていました。しかし前々から感じてたんですけど、日本におけるバンシーズってちょっとマイナーというか、ポストパンク、ゴシックロックの代表的な存在ではあるんですが、あんまり語られてない気がしていて、だったら自分が詳しい紹介動画を作ってやろうと思いまして、今回から何回かに分けてスージー&ザ・バンシーズの解説をやっていこうと思います。第1回目は結成から1979年のセカンドアルバムジョインハンズまでを紹介します。スージー&ザ・バンシーズの中心人物スージー・スーは本名をスーザン・ジャネット・バリオンといい、1957年イギリス・ロンドン生まれ、郊外のブロムリーロンドン自治区チズルハーストというところで育ちました。一方、スージーと共にバンドを立ち上げ、解散まで活動を共にしたベースのスティーブン・セベリンは本名をスティーブン・ジョン・ベイリーといい、1955年に生まれ、11歳の時にロンドン南東部のブロムリー地区に引っ越してきたそうです。スージー・スーとスティーブン・セベリンは1975年ロキシーミュージックのライブ会場で知り合って意気投合し、1976年2月セックスピストルズのライブを見てからは彼らを追うようになります。スージー、スティーブンを含むセックスピストルズの初期のファンはブロムリーロンドン自治区の出身者が多くいたため、彼らはブロムリーコンティンジェントと呼ばれました。パンクロックが徐々に盛り上がってきた1976年9月20日から21日にロンドンの100クラブにてパンクロックフェスティバルが開催されますが、スージー・スーとスティーブン・セベリンはそれに出演するべく急遽バンドを結成します。それがスージー&ザ・バンシーズの始まりでした。メンバーはスージー・スーボーカル、スティーブン・セベリンベース、ギターは後にアダム&ジ・アンツに加入するマルコ・ピローニ、そしてドラムスは後にセックスピストルズにベースで加入するシド・ビシャスでした。本当に急ごしらえのバンドで、スティーブンは自分のベースも持っていなかったと言います。本番ではザ・ローズ・プレイヤーという曲を20分にわたり演奏したそうですが、それは楽器初心者による即興演奏で、スージーの歌は祈祷か樹脂のようなもので、まるで音楽と呼べるようなものではなかったとも言われています。もともとはパンクフェスに出るためだけに結成されたようなバンドだったので、一度きりのライブで解散するつもりだったようですが、スージーとスティーブンはバンドを継続することを決め、ギターにピーター・フェントン、ドラムスにケニー・モリスを加え活動を続けていきます。と、ここでビル・グランディ事件に触れといた方がいいでしょうか。ビル・グランディ事件とは1976年12月1日、トゥデイというテレビ番組にセックスピストルズが出演。放送禁止用語を発したためバッシングを受け、パンクが世間から叩かれていくきっかけとなった事件で、その生放送にスージーたち、ブロムリーコンティンジェントのメンバーも出演していました。ビル・グランディという中年男性の司会者はアルコールが入っていたらしく、ピストルズのメンバーを煽るような発言をしていて、その中でスージーに対してちょっとセクハラっぽいことを言うんですね。それに対してピストルズのギタリストスティーブ・ジョーンズがいわゆる F と U と C と K が入った言葉を口走って、でそれを受けてビル・グランディはもっと言えと煽り、でスティーブ・ジョーンズはそれに乗せられてさらに言っちゃうんですね。それでテレビ局には苦情の電話が殺到し、翌日からタブロイド紙、日本のスポーツ新聞みたいなものでしょう。そこでセックスピストルズとかパンクっていうのはもうとんでもないやつらだ、社会悪だみたいに書き立てられます。そうした騒動の中でスージーは働いていたバーをクビになり、ピストルズのライブにも行かなくなったそうです。
そういった状況からバンドを本気でやって成功してやろうという気持ちになったのかもしれません。1977年初頭からスージー・スー、スティーブン・セベリン、ケニー・モリス、ピーター・フェントンのメンバーでライブを数回行いますが、ピーター・フェントンは従来的なロックギタリストを志向していたため解雇され、1977年中頃からジョン・マッケイがギタリストとして加入。彼の加入により初期のスージー&ザ・バンシーズのサウンド、個性が確立されることになります。バンシーズが影響を受けたのはロキシー・ミュージック、ベルベット・アンダーグラウンドのほか、カーンやキャプテン・ビーフハートの名前もスティーブン・セベリンは挙げています。かなり早い段階からパンクロックの持つストレートなロック的要素は薄くなり、1977年終わりの時点でポストパンク的な音をやっていたようで、彼らは自分たちのサウンドを冷たく機械的で同時に情熱的と表現したそうです。彼らはいくつかのレコード会社と契約の話をしたようですが、なかなか条件が合わずにいました。そんな中、音楽の内容からアートワークまで完全にバンド側がコントロールできることを条件にメジャーレーベルのポリドールと契約します。1978年8月にデビューシングル「香港ガーデン」をリリース。イントロの木琴からしてポップでキャッチー、チャイニーズパンクとも言われたこの曲はイギリスのチャートで7位を記録するヒットになります。続いて1978年11月にファーストアルバム「ザ・スクリームがリリース。ここでは香港ガーデンでのキャッチーさは大幅に後退し、陰鬱な印象のアルバムになりました。ちなみに自分の持っている日本版 LP では香港ガーデンが1曲目に収録されていますが、オリジナルには収録されていません。この動画では本国イギリス版に沿って紹介していきます。1曲目ピュアはダウナーな短い演奏にスージーのスキャットが乗るイントロのような曲。ジャケット写真のプールの底から聞こえてくるような奇妙な曲です。続く2曲目ジグゾーフィーリングは明るいのか暗いのかわからない不可思議なコードワークで、耳障りなささくれだったギターサウンド、ひたすらどこどこと連打するフロアタム、歌詞の通りジグゾーパズルのピースがボロボロ落ちるように感覚がバラバラになるイメージ。この冒頭2曲でバンシーズがいわゆる普通のパンクロックをやるバンドではないことがわかると思います。3曲目オーバーグラウンド、これは4分の5拍子になるんですかね。静かなギターリフから始まり、変則的なリズムパターンが入ってきます。歌われるのは地下世界から地上を伺う様子。この曲はモチーフが非常にゴシック的だと自分は思います。4曲目のカーカスはメロディーやコード進行は明るい感じなのですが、歌われている歌詞は冷蔵庫に入っている肉の塊に憧れて自らを切り裂いて肉塊になろうとするという猟奇的なものです。5曲目はヘルタースケルター、ビートルズのカバーです。出だしから恐怖感を煽るような異様な雰囲気で始まりますが、普通のビートになってからは比較的ストレートにパンク的だと思います。しかしこれは原曲が異様なテンションなので、このカバーはまだ可愛く感じますね。アナログ版で言うと、ここからが B 面の6曲目ミラージュ。この曲がアルバムの中で最もストレートでキャッチーな曲かもしれません。アップテンポで少し憂いを帯びたメロディー。歌われているのは現実と幻想の区別がつかなくなっていく感じでしょうか。7曲目メタルポストカード。後年マッシブアタックがサンプリングしたリズムパターンとギターリフが頭にこびりつく印象の強い曲です。歌詞の内容は反ナチスのドイツ人アーティストジョン・ハートフィールドのコラージュ作品に触発されたものだそうです。8曲目ニコチンステイン。こちらも比較的ストレートなパンクサウンドと言えるかもしれません。歌の内容はニコチン中毒でタバコがやめられないというもの。スージーは当時の写真からタバコを吸っている姿がよく見られるので、自虐的な内容なんでしょうかね。9曲目サバーバンリラプスは重いリズムから徐々にスピードアップしていき、最終的には結構カオスな感じに。
どこどこというドラムはベルベットアンダーグラウンドからの影響を感じます。歌詞の内容は郊外の家庭で精神を病んでいく女性についてで、ロンドン郊外での家庭に縛られた生活、スージーはそういったことに強い嫌悪感を持っていたようです。10曲目、最後の曲はスイッチ。6分50秒の長尺の曲で、ギターのアルペジオから始まり、曲調がどんどん展開していきます。サックスも入ったりして、そこはロキシーミュージックっぽさも感じます。印象はどこか物悲しく冷たいイメージ。この曲などは特にパンクロック的要素はほとんど感じられなくて、アート志向のポストパンクの時代になったことを強く印象づけられます。このファーストアルバムおよびシングル香港ガーデンはスティーブ・リリー・ホワイトのプロデュースで録音されました。彼は XTC や U2 その他たくさんのニューウェーブ系のバンドをプロデュースして80年代のイギリスを代表するプロデューサーになりますが、その最初の商業的成功となったのがこの初期バンシーズのプロデュースでした。スティーブ・リリー・ホワイトはキック、スネアとタム、シンバル類を別々で録音し、分離が良く迫力あるドラムサウンドを作り上げています。スージーがケニー・モリスにハイハットシンバルの使用を禁じ、ドラムセットから取っ払ったという話も聞きますが、それは誇張された話でしょうが、しかしリズムを刻む通常のハイハットの使い方はしてなくて、代わりにフロアタムが多用されています。ギターサウンドはささくれだったように歪んでいて、不協和音混じりの風変わりなコードもあって、人によっては不快感を感じるかもしれません。スージーのボーカルも独特で、冷たく突き放したような歌い方を主としながら、時折声がひっくり返るような歌い方をしていて、その辺はまさにスクリーム、誰かが金切り声と訳したのを覚えていますが、まさにそんな感じです。このアルバムは1978年11月にリリースされ、全英チャートで最高12位を記録し、当時のパンク系のアルバムとしては大きな成功を収めた作品と言えます。しかしそのサウンドは既存のロックはもとより多くのパンクロックと比べても異端で、同年6月にリリースされたマガジンのファーストやこの直後にリリースされるパブリックイメージリミテッドのファーストとともにポストパンクの先駆けとみなされました。1979年3月、シングル「ザ・ステアケース・ミステリー」をリリース。三拍子の重々しい曲で、香港ガーデンのようなポップさはありません。売り上げも香港ガーデンほど振るいませんでしたが、後のバンシーズのイメージへつながるゴシック的な曲です。そして1979年6月にシングル「プレイグランドツイスト」、1979年9月にセカンドアルバム「ジョインハンズ」をリリース。さらに重苦しくダークな作品となり、彼らの中でも最もヘビーな内容のアルバムと言われています。1曲目「ポピーデイ」はベルギー・フランダース地方にある第一次世界大戦での戦死者を埋葬した墓地、そこでの黙祷に着想を得た曲で、鐘の音から始まる重々しくも短い曲です。2曲目「リーガルゾーン」、この歌詞は王族が戦争で死に行く人を平然と見つめる様を描いていて、ライナーによると1979年のイラン革命に着想を得ているそうです。リズムパターンとサックスがドロドロとした雰囲気を醸し出し、ギターは終始ノイジーできしむようなサウンドです。3曲目プラシーボエフェクトは日本語に訳すと偽薬効果、医療的効果がないにもかかわらず行われる治療のことで、歌詞の中では気休めの治療に頼ってしまう矛盾、絶望感が歌われます。イントロの不協和音の入ったギターリフから不快感を煽るようなサウンドで、途中メロディアスと思える部分もありますが、終始陰鬱で痛々しい雰囲気の曲です。4曲目アイコン、教会の宗教画が燃え落ちる様を歌っていて、既存の宗教に対する不信と炎に包まれる教会という背徳的な美意識のようなものを感じます。曲はギターと歌だけの静かな序盤からタムの連打によるリズムが入ると、異教の儀式を思わせるような祝祭的なサウンドへ変わります。これは個人的に初期バンシーズで特に好きな曲で、宗教的で重く深いテーマからの
体が浮かび上がるような高揚感が素晴らしいです。5曲目、プレマチュア・ベリエル。これはエドガー・アラン・ポーの小説早すぎた埋葬から着想を得た曲で、生きたまま埋葬されるというモチーフですが、死人たちに私たちは皆兄弟、さあ手を取り合ってと言われ、スージーはそれを拒絶します。アルバムタイトルのジョインハンズはこの死人たちの声から取られているのがとても皮肉っぽいです。サウンドはフロアタムの連打とささくれだったギターによる典型的な初期バンシーズサウンドですが、この曲は特に重く引きずる感覚が強いです。次の6曲目、プレイグラウンドツイストから B 面になります。先行シングルとなったこの曲はアルバムの中ではアップテンポでキャッチーと言えなくもないですが、なんせ歌い出しがハンギング、つまり首吊りという歌詞から始まるおよそシングル向けとは思えない内容です。3拍子のリズムとフランジャーのかかったギターのサウンド、イントロの鐘の音、不吉な印象が拭えない曲ですが、このアルバムの中では聴きやすい方です。7曲目、マザー・オー・メイン・パパは1939年に作られたドイツのミュージカルのための曲にスージーによる独自の歌詞を載せたもので、演奏はオルゴールによるもの。可愛らしい音色に乗せて子供が母親から受けるプレッシャーが歌われます。アルバムの流れで聞くと母親の部分は国家だったり社会を指しているように聞こえます。そしてそれがまるで童謡のように牧歌的に歌われるのが逆に不気味で薄ら怖く感じます。8曲目、ラストは14分にもわたるザ・ローズ・プレイヤー、日本語にすると主の祈り、キリスト教の祈祷文を元にしています。この曲は彼らの初ライブでの演奏をブラッシュアップしたもので、デビュー時からライブのレパートリーとして演奏していたものの初音源化と言えます。しかし内容としては即興演奏的でカオスな印象です。この歌詞は歌詞カードにも載っておらず、詳しいことは分かりませんが、ポストパンクジェネレーションによると、お前ら善人は天国になんか行けねえよと繰り返し歌われているということで、非常に挑発的、冒涜的な内容だと想像できます。ジョインハンズは1979年9月にリリースされ、全英アルバムチャート最高13位と前作と同程度の成功を収めますが、その後現在の評価という点ではバンシーズの中でも人気のない作品になっています。その理由としてはやはり非常に暗く陰鬱な作品であること、またスケジュールが過密で制作期間が十分に取れなかったため、純粋な新曲は少なく、ザ・ローズ・プレイヤーは新曲が少ないことから収録されることになったようです。しかし決して演奏技術の高くないパンクバンドによる即興演奏のザ・ローズ・プレイヤーは通して聴くにはちょっときついものがあると感じます。このあたりがあまり人気のない作品になっている理由かと思いますが、個人的にはこの作品非常に重要なアルバムだと思っています。戦争や死、宗教、硬直化した社会、そこから感じられる息苦しさや恐怖、そういったテーマを表現する陰鬱でドロドロとした演奏、それらはまさにゴシックロックを具体化した最初期のものだと思います。最後のザ・ローズ・プレイヤーの抑制の効いていないはちゃめちゃさはそのムードをぶち壊しているとも言えますが、1曲目ポピーデイから7曲目マザー・オー・メイン・パパで展開される世界観は非常に緊張感が高く聞き応えのあるものだと思います。しかしこのアルバムは制作時から問題を抱えていました。それは前作の成功もあってかリリースをせかされ、ツアーの合間に曲を作るなどスケジュールが過密になり、結果多くのことがスージー・スーとスティーブン・セベリン、そしてマネージャーのニルス・スティーブンソンの間で決定され、ケニー・モリスとジョン・マッケイの知らないうちに物事が進んでいくことが多くなり、2人はプロデューサーのマイク・スタブローとも馬が合わなかったようで、出来上がった音が気に入らずミックスのやり直しを要求したりもしました。決められたスケジュール通り進めようとするスージーとスティーブンとも溝が深まり、1979年9月7日
ジョインハンズリリースに伴うレコード店でのサイン会の席で、モリス・マッケイの2人とスージーらの間で口論となり、モリスとマッケイはそのまま仕事を放棄して姿をくらませます。それが2人がバンシーズを脱退した瞬間でもありました。初期スージー&ザ・バンシーズのサウンドを個性的なものにしていたのは、ジョン・マッケイのギターとケニー・モリスのドラムによるところが大きいと思います。バンシーズはこの後に加入するギタリスト、ドラマーの評価が非常に高いため、彼らは過小評価されがちですが、バンシーズがポストパンクの旗手となれたのは彼らの功績が非常に大きいです。実際にリアルタイムでパンク、ポストパンクを聴いていた人の間では、バンシーズはファーストアルバムこそが最高傑作だという意見も多く聞きます。アルバムリリースに伴うライブツアーが始まっていたにもかかわらず、ギタリストとドラマーが脱退してしまったバンシーズ。彼らがどうこのピンチを切り抜け全盛期を迎えたのか、その様子を次回の動画で紹介できたらと思います。ご視聴ありがとうございました。